北斗も話してるけど、マネージャー H がいるじゃないですか。H だね。そう、H だがもう。ちょっと年下のな。そう。そいつが見事にやらかしてくれたんですよ。何やったのよ。ちょっとね、本当に聞いてほしいのよ、ここは。聞かして。現場入るじゃん。はい。で、結構ドラマ久しぶりで、まあ、風磨とは一緒とはいえ、セクシーズの風磨とは一緒とはいえ、緊張してたわけよ。まあね。まあいろんな、他の方もいらっしゃるし、スタッフさんもいるしな。で、しっかり一応台本読み込んでいったのよ。はい。で、現場入ります。で、まあ2日目ぐらいだったの。まだ馴染めてないぐらい、スタッフさんともね。したら、テストってあるじゃん。本番前の。カメラテスト。カメラテストみたいな。アングルとかいろいろ確認するやつね。楽しみの時に。その試しの時に、よーい、テストって言った時に、俺が知らないセリフを周りが言い始めたんですよ。どういうことで、台本を読み込んだのに俺の知らないセリフを周りが言い始めて、現場が止まったの。コーチはだって知らないやつだもんな。そう。で、現場がシーンってなって、助監督が、次、後藤だよって、後藤健って役でやるんだけどね。で、次、後藤だよって言われて、いや、僕知らないですってなって、そしたら、変更台本っていうのが、改訂版ね。送られてきてたらしい。ドラマよくあるんだよね。そう。前日に脚本家さんが書いたりとか。いわゆる本物というか、決定校と言われる決定の台本からさらにこう、ちょっと変わったりすることが、ちょいちょいあるんだよな、ドラマとか映画は。それを、マネージャーの H が、俺に渡すのを忘れてて。なるほど。やってくれたんですよ。もう現場は凍りついて。で、だってしかもそっからお前セリフ覚えなきゃいけない。そうよ、そっから覚えなきゃいけないのに、一番後藤のセリフがあるっていう。しかも多いんだ。一番多くて、もう脇汗よね。そうしたらもう菊池風磨が、セクシーゾーンの菊池風磨があいつ悪いじゃん、性格。悪いな、あいつはな、意地悪だよな。そう、だから、コーチセリフ覚えてきてませんっていうのを、下に聞こえるまで大きな声で言いやがって、もう2日目だからもう俺もボケられないし、まだ慣れきってないからな。なんかすげえ新人なのに態度悪いやつみたいな感じで現場で出回っちゃって。でもそれはコーチは、まあ、あれだけど悪くはないもんな。もらってない台本だから。そう。したらもう、H 田は現場にいないで、メールで謝罪文を送ってきて。それはどうしたの？その場で必死に覚えた。その場で必死に覚えて、もう俺は目が泳いでセリフを言ってたかもしれないっていうところはあったんですけど、その辺は楽しみにして。大変だったけど、まあそういうコーチは焦りもありながらではあるけど、まあ必死に今撮影中という。必死に撮影中です。頑張ってます。